この春から始まったどさんこ村プロジェクト、今回は農家になりたいという夢を追う18歳の青年に密着しました。春、それは別れと出会いの季節。第78回北海道帯広農業高等学校卒業証書授与式、189名の卒業生の皆さん、卒業おめでとう。希望に満ちた門出です。柳井春人さん、18歳。これまでにない挑戦に足を踏み入れようとしていました。それは農業。しかし彼は農家の生まれではない非農家出身です。それでも諦めていません。スマート農業だったり人工衛星マップだったりとか進んだ農業をやってみようと。その未来を叶えるため地元の農家さんに弟子入り。農業界の道を歩み出した柳井さんの挑戦に密着します。北海道の農業の基盤である十勝、日本を支えるこの場所でも後継者不足などさまざまな問題を抱えています。その問題に真正面から挑み、未来の農業を育てるどさんこ村プロジェクト。どさんこ村はご覧の皆さんと挑戦していくプロジェクトです。去年の10月、畑ではトラクター音が響く収穫の季節に柳井さんと出会いました。いつもと変わらず軽やかな車輪の音を響かせ登校。通っているのは帯広農業高等学校です。上級は今日中の方のトラクターの操作に移ります。それぞれの場所に移動してください。作物の知識だけではなく農機具の操作も農業の大事な要素。3年生の後半ではより実践的な授業となります。農業にはさまざまな技術、知識が必要です。ここで学べるのもあと半年。すべてを吸収していきましょ自分でも分かるの、発信した時のこのクラッチの離し加減がこうバーンいっちゃってるとあえてガーンになるから。まだまだ練習は必要のようです。幼少の時から銀のさじとか、ああいう漫画を読んでたりだとか、家庭菜園の手伝いとかをして、身近にあってよく触れてきたのが農業だった。憧れの農業の世界ですが、柳井さんは非農家の出身で、このままでは農家になるのはかなり難しい。そんな彼にチャンスが訪れます。それは JA 帯広川西の新しい取り組みでした。柳井さんは JA に就職し、職員として地元の農家さんに出向する、つまり弟子入りのようなシステムです。これに手を挙げてくれたのが十勝で4代続く農家の日野川義信さん。22歳から農業を営むベテランです。今回の話を最初にいただいた時に、地域の中で抱えている課題と農業高校、また JA 川西が抱えている地域の中の課題っていうのが割とピタッと自分の中で一致したっていうか、全部じゃないんだけど、農村に住んでいる僕たちだけじゃなくて、その周りを取り巻く人たちが同じこと考えているんだったら何かできるかもしれないなと、その時は直感的になんとなく思ったんですよね。どんな子が来てくれたらいいとかっていうのありますか？難しいな。初めて受けるから。ただやっぱり農業に対して意欲は当然あった方がいいし、だけど少しそれでもちょっとはっちゃけるとこがあってもいいし、高校生らしい18歳らしい子が来てくれたら一番いいな、それは。
そんな日野川さんと初対面の時が来ました。朝から落ち着かないようです。すいません、お邪魔します。じゃあナビお願いします。あ、俺？何大丈夫ですか？はい、あ、ねくん、シートベルト。あ、やだ、緊張して。そうですよね。初対面ですもんね。どうですか、お母さんとしては、はい。今日からスタートなのかなみたいな感じだと思うんですけど。たくさんの大人の人たちに関わっていただいて、なんだろう、こんなにしていただいているので、息子も覚悟を持って取り組んでもらいたいなっていう願いです。もう家で毎回言われてるんであ、ここ？ここ右。ここビカビカ。日野川農場はおよそ40ヘクタールの畑を所有し、帯広の名産長芋などを生産する農場です。そしてこちらの日野川農場さんのところにどさんこ村の看板。はい。そう、この日野川農場こそがどさんこ村の拠点となる農場なのです。つまり柳井さんはどさんこ村で修行し、一人前の農家を目指します。じゃあ、今年春からお世話になる柳井さん。はじめまして。日野川と言います。よろしくお願いします。はい、お世話になります。帯広農業高校の柳井春人と言います。はい、柳井春人。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いいですか？はい。そうなるよ。農業高校の中の授業は何が一番楽しかったんだ？授業だと個人的には作物、小麦とか、そこら辺なんで。あ、そう。はい。君の方が僕よりも小麦のこと知ってるかもしれないな。今の技術のこと知ってるかもしれないな。僕が教えてもらうかもしれないよ。楽しみにしてますんで。はい。まあ分かんないこといっぱいあるし、これも初めて受け入れるから至らないこともいっぱいあると思うけど、協力し合いながら頑張っていきましょう。はい。はい。こちらこそ至らない点も多いと思います。そんなことない。大体俺の方が至らない点多いから。まあ頑張るが。楽しみにしてる。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。2人の初めての共同作業は LINE 交換。時代だな。時間があったら研修という形で1日でもいいので行かせていただけたらな。あ、どうぞ。はい。積極的に行きましょう。そして3月。はい、チーズ。あ、いいね。みんないい顔だよ。ちゃんと書いたんだよ。これは成績をさすがに見せれないです。さすがにやばいです。新入職員は車にお上がりください。慌ただしく日々が過ぎていきます。柳井春人さん。はい。私自身至らない点は多いとは思いますが、今後とも精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。約束の研修の日、どさんこ村での初仕事です。これね、柳井春人君。こんにちは。でね、ばあちゃん、奥さん、けいちゃん。でね、姪っ子なんだ、ゆらは。同級生だろ。よし、じゃあやってみようか。今、土を落として、でみんなやるんだけど、でこの後、来週になったら、この種にするために切るんだけど。長芋はじゃがいもと同じように種芋から育てていきます。種となる長芋は一本一本丁寧に土をきれいに取り、その後腐敗するのを防ぐため消毒をします。今年のどさんこ村の種芋は7トン以上、すごい量です。時間はあっという間に過ぎ、今日の作業は終了。初日の感想は？いや、ちょっと初めてやることだったんで、まあ本当に学びが多いなと思いました。
まだまだ緊張は取れないかな。そして日野川さんには今回の受け入れにもう一つの強い思いがありました。農村自体が、衰退というか人口も含めて農村の人数も含めて少なくなっているっていうのがやっぱ僕は一番の課題だと思っていて、大規模化をしてって農業自体っていうのは守られるかもしれない、農業の技術も含めて守られるかもしれないけど、人が減ることによってできなくなることがたくさんあって、実は今もすでにもうできなくなっていることがたくさん今出てきてるんですよ。農業だけじゃない農村そのものを守ること、これが日野川さんの願いです。そのために大切にしていることは人とのつながり、そして若者の参入なのです。さて、新人農家の柳井さんを連れ地域の皆さんに挨拶です。あと声は大きい方がいいですね。はい、よろしくお願いします。声は初体験のことばかりですね。世話をすることになった柳井君で。大きな声でけ。農振興部の農振興課の柳井と申します。よろしくお願いします。梶原です。管理状況の大先輩高生さんです。何でも知ってる高生さん。得意はないので今。全然お世話になります。よろしくお願いします。はい。なんか困ったことがあったらここに駆け込めば大丈夫だから。はい。よろしくお願いします。柳井君、君です。ありがとうございます。やってますね。よろしくお願いします。これも地域とのコミュニケーション。あれ、柳井さん、18歳に緊張もしたりしますからね。荷が重すぎたでしょうか。頑張りましたね。そうだよ。そして本格的な農作業が始まりました。なんとまだ日が昇る前、朝4時です。おはようございます。おはようございます。この時間からやるんですか。3時からやってる。でもあそこに来るのが全然知らないの。なるほど。暗くて何の作業なのか分かりませんが、明るくなってくると畑の土を掘り起こしていました。これは帯広川西の名産長芋の収穫準備です。地中にまっすぐ伸びる長芋の収穫はこの穴を掘ることから始まります。一列の長さはおよそ250メートルもあります。正確に掘っていくのって大変ですよ。午前8時、柳井さんが出勤してきました。おはようございます。およそ10人での収穫作業。穴の側面に埋まっている長芋を掘り出します。中で掘るのは女性陣、男性陣は長芋をコンテナに積み込みます。一列に4000本も埋まっているそうです。やってもやっても出てくる長芋、これは重労働。めっちゃ痛いです。腰が帯広の長芋農家さんは春と秋、年に2回この収穫をしているんです。お弁当見ていいか。おお、美味しそう。カカオとかでめっちゃ寄って本当だ。これ運転で寄ったんだね。寄るんですよね。手作りのお弁当って感じがするな。パワーがつきますね。しっかり食べて午後も頑張りましょう。体が資本だからね。5月は少し雨が続いた帯広。この時期の農家さんは土作りと種植えがメイン。しかし雨で湿った土に種を植えることはできません。もう少し風吹いてくれればな。みかんほら、それじゃなる。もう少し待つかやっぱり。この状態では土の中で種が腐ってしまうんです。ステイ。最近ステイが多いんだよな。でしょうがないな。ステイ。やっぱ条件のいい時にやっぱ巻くのはね、その方がいいんで。農業とは土と生きること。
現場だからこそわかる発見です。そんな中、2人の関係性に少し変化が。あると、好きかな。あると。これはあるかな。あると思って、持ってったらいいや。ハットが上に乗って、その時はやってほしいですね。で、距離が縮まってきたみたいですね。二人三脚で歩むどさんこ村プロジェクト。この2人は一体どんな農業の未来を作り上げていくのでしょうか。引き続き追いかけていきます。私も先日お二人にお会いしましたけど、でもね、自分が18歳のことを考えても、何十歳も上の人たちとまず会話して人間関係作るだけでも大変ですよね。新しい挑戦ですもんね。でもこの短い間でも二人の距離がぐっと近づいているのを感じますよね。やっぱり日野川さんがね、とにかくすごく優しくて、とっても気さくな方なんでね、そういう部分で言うとね、柳井さんもちょっとやりやすいんじゃないかと思いますけどね。ほっとしそうですよね。いや本当にまだ第一歩っていうところですけどね、まずは人間関係作って、そしてね、立派な長芋を作る農家さんにね、なっていただきたいと。奮闘していくんですね。これからも追いかけさせていただきますんでね、どうぞ皆さんもご注目ください。